こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はシーラチャーのホテル紹介になります。パタヤとまた一味違ってホテルの施設も面白かったです。朝食のレベルもすごいです。ということで今回ご紹介しますホテルはこちらのホリデーインシーラチャーになります。シーラチャーとは言ってもかなりレム茶版寄りになります。なのでパタヤからも比較的近いホテルになってます。ロビーも広々とスペースが取られてまして結構豪華な雰囲気になってます。ロビーには冷たいデトックスウォーターも置いてありました。建物は28階建てになってます。ではまずはじめにお部屋の中をご紹介していこうと思います。鍵はカードキーになりまして差し込むと電源が使える形になります。そして入ってすぐ右側には珍しくキッチンがありまして長期滞在される方にも住みやすくなってます。電気コンロや電子レンジがあるのも大きいなと思います。そして通常のホテル通りコーヒー、紅茶、無料のお水もちゃんとついてます。一番多いのは28平米のスタンダードルームなんですけれども、今回ご紹介するのはワンベッドルームスイートのバルコニー付きのお部屋になります。部屋のサイズは36平米になりましてバルコニーには洗濯機もついてました。景色はスクンビット通りと山が見えます。大きめの冷蔵庫やソファーもついてます。そしてこちらの扉がベッドルームへの扉になるんですが開けるとこんな感じになります。扉が大きいのでかなり開放的になります。作業机があったりベッドもキングサイズの大きなベッドが置いてありました。ベッドルームにはバルコニーはないんですが大きな窓がありますので景色は遠くまで見渡せます。そしてこちらの正面の扉がバスルームになります。部屋のサイズの割にはかなりバスルームは広くなってましてすごく清潔な感じになってます。シャワールームの左手にはバスタブもついてました。続きまして8階にいろいろあるんですがまずこちらがスイミングプールになります。インフィニティプールっぽい作りにはなってるんですけれども海が遠いのでちょっと残念ではありますしちょうど真正面が工事しているので眺め的にはいまいちです。すごく日当たりがいいので日焼けしたいという方にはちょうどいいんじゃないかなと思います。そして同じ階の奥にはマッサージルームがあったりキッズルームも完備されてました。そしてパタヤにはない面白いところがこちらになります。銭湯のようなのれんがかかってまして奥にはお風呂がありました。大浴場というほど大きくはないんですけれども日本の温泉の雰囲気ですごく良かったです。せっかくでしたので少し使ってのんびりしてたんですけれども温度も 38.9 度ということでちょっと厚めのお風呂という感じでなかなか良かったです。そしてその温泉の横にはスチームサウナもありました。こちらのお風呂やサウナは男女別になってるんですけれどもすごく広いスペースが使われてました。そして一つ上の階にフィットネスジムもあったんですけれどもすごく広々とスペースが使われてました。そしてこちらが屋上の28階になります。周りはほとんど山なんですけれども遠目に少しだけ海も見ることができました。下の方を見ますとシーラチャーらしい工場地帯になってました。そしてなんとヘリポートまで屋上に設置されてました。最後に豪華な朝食の内容もご紹介したいと思います。とにかくすごく種類が多い豪華なバイキングだったんですけれどもドリンクもミルクだとかデトックスウォーター、ジュースなど種類も豊富でした。さらにこちらのパンのコーナーもすごい数の種類がありましてクロワッサンだけでも2種類ありましたしすごく美味しそうなものがずらっと並んでました。さらに僕の大好きなチョコレートのヌテラがあったりだとかまさかのオーストラリアの朝食の定番お土産で一番不人気なベジュマイトまで置いてあってびっくりしました。そしてハムも何種類かありましたし大好きなチーズも美味しそうなものがいくつか並んでました。
さらにフルーツサラダのコーナーもかなり充実してまして、この一面とその裏側まで全てサラダのコーナーになってました。こちら側はフレッシュなサラダが並んでます。そしてドレッシングは5種類置いてありました。そしてフレッシュサラダの反対側はいろいろとあえてあるサラダが置いてありました。そしてホットミールのコーナーもかなり充実してまして、全種類食べようかと思ってたんですけれども、なかなか全部食べきることができないぐらいの種類がありました。そしてこちら定番の卵料理のコーナーになりまして、いろんな卵料理とハムやベーコンなども焼いてくれるスペースになります。この辺りは朝食っぽいメニューがいろいろと並んでました。オムレツ、スクランブルエッグ、目玉焼き、いろいろと作ってもらうことができます。ところどころはしょりながら紹介してますので、全ての料理は紹介できないんですけれども、こんな感じですごくたくさんの種類の料理が並んでました。白ご飯は日立の炊飯器に入ってました。そしてこちらが味噌汁のコーナーになります。この辺は日本食が中心になりまして、小さい茶碗蒸しやこちらがとんかつになります。嬉しいことに生姜とたくあんも置いてありました。肉まん的なものやシューマイもこちら並んでました。こちらのコーナーも目の前で作ってくれるコーナーになるんですが、ワッフルやパンケーキ、タイの揚げパン、パートンコーなどが置いてありました。デザートコーナーはこれだけではなくて、ケーキコーナーもかなり充実してまして、いろんな種類のケーキがずらっと並んでました。朝からこれだけの種類のケーキが並んでる朝食バイキングというのもなかなか珍しいんじゃないかなと思います。ということで8階の窓際の席に陣取りまして朝食いただきました。まずこちらがサラダ中心の最初のプレートになります。そして卵料理はこちらの席の番号札を渡して注文すると席まで持ってきてくれます。こちらがオムレツになります。そしてこちらが2回目のプレートになります。前菜のようなプレートになってしまいまして、まだホットミールまでたどり着かないという状態なんですけれども、好きなものばかり取ってきちゃいました。さらに先ほどのオムレツに続きましてスクランブルエッグも注文しました。一緒に鶏のベーコンも焼いてもらいました。ジュースもコーヒーも種類が豊富ですので、毎回違うドリンク自分で取りに行って飲んでました。そして3回目のプレートでやっとホットミールに行ったんですけれども、さすがに全種類は取ってこれませんでした。そして最後はデザートのプレートになりまして、ケーキバイキングのようにがっつりと取ってきちゃいました。かなりお腹いっぱいになりまして大満足の朝食がいただけました。以上、今回はシーラチャーにあるホリデーインの施設と部屋、朝食をいろいろとご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。